どうも、月です。本日のテーマは人間関係を解決する方法です。この動画を最後まで見れば人間関係の悩みを解決する方法を知ることができるので、ぜひ最後までご覧ください。それでは始めていきます。まずはじめに質問です。皆さんは人間関係を解決するにはどうしたら良いと思いますか？我慢？関わらない？確かにそれらも人間関係を解決する方法かもしれませんが、小林正観さんによると、もっと別の方法があります。今回はそれがどんなものなのかお伝えしていきたいと思います。本題に入る前に小林正観さんの紹介をさせていただきます。小林正観さんは心理、社会、教育学博士で、旅をしながら10万人以上の人生相談を受け、何十年もの間講演会を続けてきたというすごい方です。それでは早速人間関係を解決する方法を紹介していきます。最後には実践のコツも紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。人間関係を解決する方法は2つあります。1つ目は自分の周りをすべて人格者に変えるです。どういう意味なんだろうと思いませんでしたか？私はこの話を聞いた時、頭の中が真っ白になりました。確かに説得して何度も話し合っていけば、周りの人は人格者になってくれるかもしれないけど、なんとなく不可能に思えたからです。小林正観さんはこのことに関して次のような例を挙げて説明をしてくれています。仮に私が A さんに代わってほしいと思ったとします。でも A さんには B さん、C さんということで別の人間関係が存在します。その中で私と B さん、C さんの考える人格者が同じとは限らないので、これを全部叶えるのは事実上不可能だということです。実はこの発想から来ているもう一つの方法が重要となります。その方法とは、自分自身が人格者になるという方法です。先ほど話した通り、周りを人格者に変えるのは事実上不可能ですが、対人関係の中で変えられるものが一つだけあります。それが自分自身です。小林正観さんによると、他人を変えるのは大変だけど、自分を変えるのは簡単だそうです。なぜなら、変えたい相手が一人だし、変えたい相手が自分だから、変わりたいようになればいいからだそうです。それでは具体的にどう変わればいいのかをご紹介したいと思います。小林正観さんによると、人格者になるということは、誰に何を言われても、目の前にどんな現象や出来事が起きても、それについて怒らない、腹を立てない、怒鳴らない、イライラしない、声を荒げないことだそうです。周りの現象や出来事に過剰に反応せず、穏やかな気持ちで捉えられるように意識してみてください。でも、頭では分かっているけど、自分を変えるとか大変そうじゃないと思う方もいるかもしれません。そんな方でも安心してください。なかなか実践できないという方に向けて、最後にコツをお伝えします。実践のコツとは、自分を客観的に見てみるということです。これは実際に目に見える形にした方がいいので、紙やノートに書き出すことをお勧めしています。何を書き出せばいいのかというと、自分が人間関係の中でどんなことに嫌な思いを感じているのかということです。箇条書きでも構わないので、これを続けていくと自分を客観的に見ることができるようになっていきます。自分を客観的に見ることで理想の自分をイメージしやすくなり、それに向けて行動しやすくなります。その他にも今すぐできることとして、この動画のコメント欄をぜひ活用してみてください。ありがとうとポジティブな言葉を書き込むだけでも実践になります。書いている人も見ている人も明るい気持ちになれるのでおすすめです。小林正観さんもとりあえず実践することが大事とのことなので、皆さんもできることからぜひ実践してみてください。本日のまとめです。1つ目は、他人を変えるのは難しい。2つ目は、自分を変えることはできるです。皆さんもぜひこの2つを意識してみてください。皆さんの存在はかけがえのないものです。周りと比べて落ち込んだり嫌な気持ちになることもあるかもしれません。でも、あなたの一番の理解者はあなた自身です。ありのままの自分をもっともっと大好きになってください。皆さんの人生がより楽しくハッピーになりますように。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。
多くの方に支えられ、共にあることに深く深く感謝しています。良い波動は自分も周りもハッピーにしていくので、よろしければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。